私も、なるが得意で、いろんな引き寄せをしてきました。職業的になりたかったもの、複数になり、最近新築の8000万円くらいの家を手に入れました。ロトに当たりました。しかもみんなに、これを手に入れると宣言して当てているので、知ってる人はドン引きしています。努力したとか、しなかったわけじゃないけど、よりも、ちょろいなみたいな感じで軽いノリで手にしてます。もう実現しない夢はないんじゃないかというくらいうまくいくので、最近は人にこの方法を教えることにしています。でも私の言うことは長嶋茂雄のようにぶっ飛んでるとかって言われて、理解されません。みんな簡単に夢が実現するといいのに、あんまり執着しないで、気楽にのんびりしてるのがコツですかね。手に入れる地位、職業お金、財産、力は手段であって目的じゃないです。固執しないことですね。私の夫も男友達も最初はあまり信じてくれませんでしたね。男の人は理屈に納得できないとダメみたいな人が多いのでしょうか。再現性がないとダメとか、信じる者は救われるっていう宗教かと言われてでも事例を積み重ねていくうちに、私が何でも思い通りに、思いのほかの大成功とか、達成してゆくのを見ているうちに、だんだん、そういうのも、ありかもに変わっていきました。私がやっているプロジェクトはどんなに窮地に陥っても、どんだけドジ、バカと罵られても、軽くどんでん返しするので、なんだかんだ最後に一発逆転で大成功とか、ものすごく、勝負強いので、みんなあっけに取られて、信じるようになっていったようです。でも失敗するのを恐れて、なかなか試しにやってみようとは思ってくれないんですよ。うまくいかなかったら、信心が足りないとか言うんだろ、って笑い。なのでうまくいかなくても、責めないし、信じる力が足りなかったとも言わない。絶対大丈夫だから、うまくいくからとなだめすかして。男友達に、マカロンが〇〇賞を取ってきたら信じるわ、って言われて、かなり無理めな賞に挑戦させられたりしました。全く自信なかったけど、いいよ、って言って、本当に取ってきたこともあります。ミラクルってほどの賞だったので、みんな震え上がってました。そういう風にみんなをこの道に引きずり込んでます。要するに、死の子の言わずに、やれ、ということと、実際に実現している人がいてるってことが説得力ですよね。そんなこと無理って思ったら、そこで終わり。教えたことは、ここの皆さんが実践している、なるです。先になっちゃえばいいんだよ。後から現実がついてくるよです。あなたはすでに、〇〇になっているんだから、それは当たり前すぎて、不安なんかならないし、そもそもなりたいなんて考えは浮かばない。小学生は小学生になりたいって思わないでしょ。どうしても不安が浮かんでくるのだったら、そんなこと考える隙がないくらいなんか好きなこと楽しいことに熱中しろ。妄想でも何でもいい。すぐにそれに集中。まるっと潜在意識様にお任せ。自分で実現可能だと思えないと実現は難しいです。そういう意味で願望を持ったことは実現できると思います。私は公言するのが好きで言っていますが、それは周りの人たちが、マカロンならできるよ、ってポジティブなことを言ってくれたりするからで、バカじゃね、の、みたいな環境だったら言ってないと思います。確かに私の周りは8000万円の、家って普通というか、上には上があるので、しょぼいなというのは確かにあります。でも、そういう風に思えるゴージャスな世界の人は、他人のちっぽけな、家のことをそんな風に考えないでしょうね。うちの会社、スタートアップに世界に名だたる、大会社の社長さんが遊びに来てくれたことがあったんですが、うちのボロい狭いオフィスを見て、いいね、いいね、俺たちも最初はこんな風に始めたんだよ、懐かしな、ワクワク楽しいよね、って反応でしたよ。認識がどうのとか別の領域がどうのとか、私にはさっぱりわからないけど、なんか信じきれなくなったら、なんか楽しい別のことに考えを移して、そんなこと言っても、くじなんか当たらないしなんて考えない。好きなことを考える。趣味や好きな人や楽しい出来事とかお話をあらかじめ用意しておくといいかも。復縁が難しいのは、好きな人のことを考えることが、別れたという悲しい現実を思い出すことになるので、それを考えないようにするというのが難しくさせるんじゃないかと思う。能天気に楽しかったことだけ考えられればいいんだけど、もしかしたら今頃新しい恋人とイチャイチャしてるかも、とか余計なことに考えがいったり、あんなひどいことされた、私を捨てたという怒りや、あんなこと言わなきゃよかった、みたいな後悔があったりね。いっそのこと、もうその人のことを考えないようにするなんてのが良いかもしれないけど、いや絶対彼のことを忘れたくない、復縁する、って執着が出てきたりする。彼のことを忘れてもう考えない。考えるとしたらラブラブな二人という設定ができる場合のみだと思う。
自分の内側で、話すときは、もう事実としての会話をする形にしてね。新婚旅行はどちらに行かれるんですか？私も自分から、プロポーズしましたよ。笑い。新婚旅行はナミビアでした。キベンさんという人の話をしてくれた方。ありがとうございます。ざーっと読んできました。本物の達人さんですね。私は実践は得意なのですが、それを人に教えるのはまた別の話で、前にも書きましたが、長嶋茂雄と言われるように、Q が来たら、ガッと引いてポンと打てばいいんだよ。波の、なるって、なっちゃえばいいんだよ。と言ってみんなに散々笑われたので少しでもわかるように説明できるようになりたかったんです。夫がこうして、少しは引き寄せができるようになったので、少しは教えるのができるようになったと思いそれを書きました。私はすぐに感覚で、なるができたので、できない人がどうしてできないのかわからないんです。多分簡単すぎてつかみどころがないのかなと思いますが、わかりやすいと言っていただけて、とても嬉しいです。特に有能な男の人は、潜在意識に丸投げするというのに抵抗があるんでしょうかね。自分の実力で成し遂げたいと思うのでしょうか。自分が努力してももうこれ以上どうにもならんというところまで来ないと潜在意識なんて受け入れたくない。面白かったのが、博士課程の友達の就職が決まらなかったので、なるを教えたのですが、マカロンができるのは信じる。でも俺はできん。って言って試すのすら拒否してたんです。でもどうしようもなくなった彼は、マカロンに願いを言う矢印そしたら叶う。って言い出して、本当に叶えちゃいました。笑い、そんな叶え方もあるんですね。びっくりしました。私は何もしてないですよ。私が魔法のように色々叶えていくのを間近で見ていた人なので説得力があったんでしょうね。このまとめの抜粋元リンクは概要欄に貼ってあります。ぜひ、見てください。潜在意識チャンネルプレミアムでは、本当の引き寄せの法則を教えています。有料級の話をしています。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひポチってみてください。それでは次回の動画で会いましょう。